テンバートクラフトフェアさん実は儲けてるんですよ。お金の話、私結構アークラ大サーカスに入ってからなんでみんなどこの資金でやってるのとか儲かってるからやってるんじゃないのとか質問されると大体お金の話なんですよ。だからみんな興味あるのかなって思って、だからお金の話を聞かせてください。それはすごく私も言われましたね。で、そう全然手弁当だしお金は一切もらってないんですけど、そうあと何がメリットでそんな大変なことやってるのとかそういうのはすごく聞かれましたね。だからやったものにしかわからないんだよこの良さはって。実際私も大サーカスになってから実行委員に参加して、当日ボランティアがお給料をいただかないのは、それはみんな好きでやってるけど、実行委員の人って超辛そうだし、ちょっともらえるでしょって思ってもらえてもおかしくないよなってボランティアの時に思ったんですよ。無線がすごいみんな飛び交ってたり、実行委員長忙しそうでどこにいるか分かんなかったり。逆にそのもらわないところがいいな。お金がもらっちゃうとそれに見合った働きしか人間ってしなくなっちゃうからもういいのよお金なくて。でもその分もうお金とかにねお金めっちゃ怒られてるけどね。そうですよ。そういうもんです。そうお金にね変えられないプライスレスなねものがいっぱいあるから、もう私も本当にねアークラで得たものっていうのは大きくて、で一言で言うならば青春がもらえる。もうかっこいいでしょ。でも本当青春なんだろう、学生時代の学園祭ですごく学園祭の準備とか大変なんだけど、そこでバーって一致団結して盛り上がれるし、本当に青春アークラやってた10年間は青春もらったなと思って、いい話でしょ。であとなんだろう、私普段ね焼き物一人でこんなちっちゃいものをずっと作ってちっちゃい世界しか変えられないんだけど、アークラってみんなでもう実行委員、ボランティア、出店者さん、お客さんみんな一つになってあんなに大きい空間を変えられるっていうところがすごいと思って、そこの感動をもらえるし、本当にねやってよかった。あと自分のダメな部分といい部分がよく分かった。得意不得意、私こういうところが不得意なんだ、こういうところがみんなの役に立てるんだっていう自分のね立ち位置がすごく分かって、今までねずっと個人プレーだったの。子供の頃からずっともの作るしかやってこなくて、もう部活動とかも団体のものとかも全くやったことなくて、ずっと一人でやってきたから、みんなでやるっていうチームワークっていうのを教えてもらったなと思って、本当に感謝してます。あとみんなでやるとね、その終わった時のね達成感って本当ね、もう一人やってもらえばね、毎年から本当によく泣いた、よく笑ったし、本当に感謝してます。でもそうは言ってもアークラって作るのにやっぱ立派な装飾物があったりとか、パンフレット刷らなきゃいけなかったりとか、お金はやっぱいっぱいかかってるじゃないですか。それがね少ない予算の中でね、どうやってそういうお客さんに楽しんでもらうか、空間を楽しくするかっていうので、もう自力です。実行委員がねよくここに集まってもうペンキ塗ったりなんだりね、もうパンフレットとかね、さっきの学園祭のノリだから、もう基本全部実行委員内でやっていて、こういう、チラシの絵も実行委員が描いてるし、この組んだりするデザインも実行委員のメンバーで
組んでるデザインをやってるし、看板とか、あとなんならサーカステントも実行委員で組み立ててるんで、基本外注費がゼロみたいな。だからそう作家さんからいただいた、出店料で基本賄ってるんですけど、それをシャトルバスなり警備費用に当てて、あとそれ以外はもう自分たちで体を動かしてやる。そこからやりたくてやってるけどね。そうすることで自分たちらしいイベントにもなるしね、外注出しちゃうと違う色になっちゃうっていうか。もういや当日楽しむんじゃなくだけじゃなくて、その過程が楽しい。ワーキャー言いながらね、夜中までここでなんかやったりとか、そういうのが楽しかったね。年齢関係なく、今年なんて下が20歳から上がすごいね。なんですよ。それでもみんなでワーキャーやるのがみんな面白いですよね。すごい。孫とおじいちゃんが一緒にやる。羨ましいね。みんながそうやって実行委員会もボランティアでもやっぱ続けたくなるようなメリットっていうのはやっぱその青春の部分がやっぱ一番なんですかね。そうだね。で本当にね、成長できる。もう本当やった人しかわかんないけどね、成長してこれかっていう話だけどなんだろうね。りさちゃんは何？私が質問したメリット。私は本当にお金じゃない成長が本当にもらえるから、なんかもうそんな、なんだろう、自分の人生を楽しく生きるにはこうしたらいいんだよっていうのを実行委員の大人がみんな背中で語ってくれるんですよ。テリトリーは一人じゃなくてついてこいって感じで教えてくれるので、なんか楽しく生きてていいんだなとか、悩んだ時も相談しようって聞いてくれるから相談できるし、なんだろう、同世代の友達じゃなくて職場の人でも学校の友達でもない新しい人間関係、新しい居場所になってるのが戦友みたいな感じだよね。そうですもうね、大げさだけどね。大げさだけど、でも俺は戦後生まれなんだ。わかんないですけど、戦友とわかんないですけど。戦友。やっぱ当日とか戦なんで、それをなんか一緒に戦っちゃうともうガッツポーズを一緒にでもアークラ大サーカスでもそうだと思うけど、アークラ時代からもう実行委員が楽しもうっていう、スタッフが楽しもうっていうのがあって、そのね、当日だけじゃなくその準備段階からもう全力で楽しむ。会議もそうだし、でいろんなアイデアで会場こうしようとか、こんな企画やろうとか、そういうのって全部飲み会とか会議のこうわちゃわちゃしたね、雑談から生まれてきて、だからその全力で楽しむっていうのがポイントかな、アークラのね。でもなんとなくあれかな、山登りする人に近いかもね。そこに山がある。つい登りたくなるし、で登った上で食べる弁当はうまいね。なんとなくみんなでさ、会場で食べるお弁当って美味しいじゃん。あそれはこう当日までにこう山にこう登ってって、でまたここで反省があるわけよ。で、今年ここがダメだったね。また次の山で、そんな感じでこうどんどんこう行ったよね。昔のことすぎて忘れちゃったけど。10回はあっという間だったからね。納得やりたい。運営の費用ってさっき出店料って言ったじゃないですか。はい。出店料とその毎年スポンサーさん集めてると思うんですけど、スポンサーさんってどういう方になってもらってるんですかとか、どういう風になってもらってるんですか？一口8000円でこのスポンサーさんを募集してるんですけど、御殿場市内とか小山町とか裾野界隈で、頑張ってるお店さんとか、あとは頑張ってる人とかに
声をかけてスポンサーになってもらってるって感じです。大きい企業に一つボンとスポンサーになってもらうなんていうやり方もあるんですけど、アークラ大サーカス実行委員的にはなんとなくみんなで盛り上げていただいている協力していただいているイベントっていうやっぱイメージが大事かなと思っていて、ちょっと手間はかかっちゃうんですけど、一店舗一店舗声をかけさせていただいてご協力いただいている感じです。開催日前には外で配らないようにしている当日パンフレットになってます。で、表面はA4 のチラシと同じ感じなんですけど、開くと会場のレイアウト、あとステージのスケジュールとかが入っているパンフレットになってます。で、裏の方にこのスポンサーさんが1マス8000円で毎年募集してます。で、そのいただいたお金が我々の活動資金になっていて、シャトルバスなり警備会社等の支払いに当てさせていただいてます。アークラは本当にスポンサーさんのおかげで成り立ってるなっていうのは本当に心から思ってて、シャトルバスを増やしたいとか、やっぱ安全に運営をするために警備員さん呼びたいってなった時に、やっぱりお金を使ってそのあたりは解決をさせていただきたいので、これからもスポンサーさんになってくださる方だったり、あとは自分の得意だったり好きっていうのを生かして実行委員とかボランティアの仲間に入ってくれる人大募集してます。楽しいよ。次回は出店者さん必見、アークラ史上初の審査基準や合格のコツをお伝えします。これまで秘密にしてきた情報を知るまたとないチャンスです。2023年アークラ大サーカスまであとせーの8ヶ月。